皆さんこんにちは。ロック204チャンネルです。このチャンネルでは、Python を使ったプログラミングの楽しさや便利なツールについて解説しています。さて、今回は Python の GUI 作成ツール、ページのウィジェットの使い方の第3弾として、コンボボックス、スライダー、キャンバス、そしてスクロールドテキストといった少し応用的なウィジェットの使い方を解説していきます。インタラクティブなアプリケーション作成のヒントが満載ですので、ぜひ最後までご覧ください。まずは前半、コンボボックス、スケール、そしてキャンバスウィジェットの使い方について説明します。こちらの画面が、ページでウィジェットを配置したところです。一番上にあるのが、選択肢をドロップダウンで表示する、キーコンボボックス1。その下にあるのが、値を直感的に調整できる、キースケール1、いわゆるスライダーですね。そして、図形などを描画するための領域が、キャンバス1です。右側には、補足情報を表示するための、ラベル1を配置しました。今回は、コンボボックスで、円や正方形といった図形を選び、スライダーでその大きさを変えられる、といった簡単なアプリを作っていきます。ウィジェットを配置して保存すると、ページはこのように複数のファイルを自動で生成してくれます。メインのロジックを記述する support.py ファイルや、GUI のレイアウト情報を持つ .py ファイルと .tcl ファイルなどですね。自分で一から書く必要がないので、本当に便利です。そして、こちらが作成したプログラムの実行結果です。左側のウィンドウでは、コンボボックスから円が選択されていますね。キャンバスの中央に青い円が表示されています。この円の大きさは、上のスライダーを動かすことで自由に変えることができます。右側のラベルにも現在のサイズ、25が表示されています。そして右側のウィンドウ。今度はコンボボックスで、正方形を選んでみました。すると、キャンバスには赤い四角形が表示されました。サイズもスライダーで、28に調整されています。このように、ウィジェットを連携させることで、動的な GUI を簡単に作ることができます。では、ここからは実際のコードを見ていきましょう。ページが生成したコードに、どのような機能を追加、修正したかを解説します。重要なポイントは、GUI のレイアウトを定義する canvas&scale.py は一切変更せず、すべてのロジックを、イベント処理などを担う canvas&scale_support.py に実装している点です。これにより、デザインとロジックをきれいに分離することができます。このスライドは、その support.py ファイルの冒頭部分です。こちらが、アプリケーションのメインの処理が書かれているメイン関数の中身です。ページが生成したコードに、いくつか機能を追加しています。まず1番。コンボボックスに、円と正方形という選択肢を設定し、初期状態では、円が選ばれるようにしています。次に2番。スライダーの初期値を25に設定しています。そして3番が、このアプリの心臓部です。イベントと関数を、バインド、つまり結びつけています。スライダーが動かされたとき、そしてコンボボックスで新しい項目が選択されたときに、アップデートアンダーラインディスプレイという関数が呼び出されるように設定しています。最後に4番。アプリが起動した瞬間に、一度アップデートアンダーラインディスプレイ関数を呼び出して、初期状態の図形を描画するようにしています。先ほどのメイン関数内の追加コードを拡大したものです。このように、アンダーライン W1 という変数を通して、各ウィジェットのプロパティや動作をコードで制御していきます。tComboBox1 のバリューにタプルで選択肢を与えたり、tscale1 のセットメソッドで初期値を設定したりしています。そしてこちらがイベントと関数を結びつけている部分です。スライダーのコマンドに、そしてコンボボックスのバインドに、ラムダ式を使ってアップデートアンダーラインディスプレイ関数を渡していますね。これにより、ユーザーの操作に応じて画面が更新される仕組みが実現できています。それでは、そのアップデートアンダーラインディスプレイ関数の処理内容を見ていきましょう。この関数が画面の描画をすべて担当しています。まず、引数としてスライダーの値バリューを受け取ります。この値を整数に変換して、サイズという変数に格納します。そして、
そのサイズを使って、右側にあったラベルのテキストとフォントサイズを更新しています。サイズ25といった表示ですね。フォントサイズも図形と同じように変わるようにしてみました。次に、キャンバスの描画処理です。新しい図形を描く前に、アンダーライン W1、キャンバス 1.delete all を呼び出して、キャンバスに描かれているものを一旦すべて消去します。こうしないと、古い図形が残ってしまいますからね。そして、winfo_width と winfo_height を使ってキャンバスの現在の幅と高さを取得し、その中心座標を計算しています。これにより、ウィンドウサイズが変わっても、常に図形が中央に描画されるようになります。最後に、コンボボックスで選択されている図形を描画します。アンダーライン W1、t コンボボックス 1.get で、現在コンボボックスで選択されている文字列、つまり、円か、正方形かを取得します。if 文を使って、もし、円なら create アンダーラインオバールメソッドで円を、正方形なら create アンダーラインレクタングルメソッドで四角形を描画するように処理を分けています。先ほど計算した中心座標とサイズを使って、描画する位置と大きさを指定しています。以上が、前半のアプリケーションのコード解説でした。今回はページの GUI 画面に T コンボボックス、T スケール、キャンバス、ラベルを配置した画面を修正して、キャンバス上に表示する図形の大きさを操作するプログラムを作りましたので紹介します。こちらが T コンボボックス1です。そしてこちらが T スケール1となります。その下にキャンバス1を配置します。隣にラベル1を配置しました。そしてメニューより Generate Python GUI を選択し Python コードとして出力します。もう一つメニューより Generate Support モジュールもエクスポートしています。こちらがページにより生成されたファイルとなります。それでは、こちらのファイルをダブルクリックして実行してみましょう。上のコンボボックスより、円か正方形を選択します。正方形を選択すると、キャンパスに赤い正方形が表示されます。スケールを動かすと図形の大きさと右側のラベルのフォントサイズが変更されます。また、サイズの値も表示されます。これが追加された機能です。それでは、コードを見ていきましょう。こちらが GUI を設定したコードとなりますが、このコードについては修正を加えていません。変更を加えたのが、こちらのサポートファイルの方です。変更を追加した部分を見ていきましょう。まずここでコンボボックスの初期化を行っています。T コンボボックス1に選択肢として、円と正方形を追加し、カレント例としてデフォルトで、円が選択されるようにしました。そして、スケールの初期値として25を設定しています。次にイベントの設定として、T スケール1、スライダーの値が変更されたとき、アップデートアンダーラインディスプレイ関数が呼び出されるように設定しました。また、T コンボボックス1ドロップダウンリストの選択が変更されたときにも、アップデートアンダーラインディスプレイ関数が呼び出されるように設定しました。また初期描画では、アプリケーションの起動時に、設定された初期値で図形とラベルが描画されるようにしました。まず、受け取ったバリュー、スライダーの値を、まずフロート、不動小数点数に変換し、次に int、整数に変換して、ピクセル計算に使いやすいサイズという変数に格納します。万が一、無効な値が渡されてもエラーで停止しないように、トライエクセプト構文でエラーを補足し、その場合はサイズを1とします。次に、ラベル1ウィジェットの設定を .config、メソッドで変更します。テキストの更新は、ラベルに表示されるテキストをサイズを25のように、現在のサイズの値を表示するように変更します。フォントサイズの更新は、ラベルのフォントサイズをサイズの値に連動させます。フォントサイズが0になるとエラーが発生するため、MAX、1、サイズとして最小でも1になるようにしています。そして、
新しい図形を描画する前に、キャンバス1上に描かれている古い図形をすべて消去します。図形を常に中央に描画するため、キャンバス1の現在の幅と高さを取得し、その中心座標、x アンダーラインセンター、y アンダーラインセンターを計算します。そして、こちらでキャンバスの中心座標を取得します。次に、t コンボボックス1から現在選択されている項目、円または正方形を取得します。そして、if 文で選択されている項目を判定し、円ならクリエイトアンダーラインオバールを、正方形ならクリエイトアンダーラインレクタングルを呼び出して図形を描画します。図形の大きさは、中心座標から上下左右にサイズだけ離れた座標を指定することで、サイズの値に連動させています。さて、ここからは動画の後半です。スクロール機能のついたテキストエリア、スクロールドテキストウィジェットの使い方について解説します。こちらは数値データを入力し、そのデータを使って簡単な統計計算を行うアプリです。画面上部には、正字を表示する、ラベル1。その下に数値を入力するための、エントリー1。そして中央の大きなエリアが、入力したデータや計算結果を表示する、スクロールドテクト1です。右側には、クリアデータ表示、基礎統計量の計算、そして結果をファイルに出力するための4つのボタンを配置しました。こちらも同様に、ページでウィジェットを配置、保存すると、このようなファイル群が自動で生成されます。ファイル名から、データ入力と計算のためのアプリだということがわかりますね。左の画面では、エントリーに数値を入力してエンターキーを押すたびに、そのデータが下のスクロールドテキストにどんどん追加されていく様子がわかります。データ1からデータ5まで5つのデータが入力されていますね。そして右の画面は基礎統計量ボタンを押した後の状態です。それまでに入力した全データの一覧に加えて、その下にデータの件数カウント、平均値ミーン、標準偏差 STD といった基本的な統計量が計算されて表示されています。では、後半のコード解説です。まず、GUI のレイアウトを定義しているデータインピュータンドカルク .py ファイルから見ていきましょう。このファイルは、ページが自動で生成したコードが基本となります。ここで行う主な作業は、見た目の設定と、ユーザーの操作イベントと、その操作によって実行される処理関数とを結びつけることです。具体的に見ていきましょう。こちらは、数値入力用のエントリー1ウィジェットの設定部分です。一番下の行に注目してください。セルフエントリー 1.bind と書かれていますね。これは、ユーザーがこの入力ボックスでエンターキーを押したら、サポートファイルの中にある on アンダーラインエントリー1アンダーラインリターンという関数を呼び出して実行しなさいという命令です。続いて、ボタンの設定です。こちらは、クリアボタンとデータ表示ボタンの部分です。それぞれのコンフィガーメソッドで、コマンドというオプションが使われていますね。クリアボタンには、アンダーラインボタン1アンダーラインクリック関数を用います。また、データ表示ボタンには、オンアンダーラインボタンにアンダーラインクリック関数が割り当てられています。同様に、基礎統計量ボタンと出力ボタンも見てみましょう。それぞれオンアンダーラインボタン3アンダーラインクリック関数とオンアンダーラインボタン4アンダーラインクリック関数がコマンドに割り当てられています。このように、どのボタンが押されたときに、どの処理を実行するかを一つ一つ設定していきます。スライドはボタン3の設定です。スライドはボタン4の出力ボタンの設定です。このようにデータインピュータンドカルク .py ファイルでは、ウィジェットの配置や見た目を定義するとともに、バインドやコマンドといった仕組みを使って、ユーザーの操作と、サポートファイルに書かれた具体的な処理ロジックとを紐づけるという重要な役割を担っています。お待たせしました。いよいよ、このアプリのメインロジックが書かれているデータインピュータンドカルクアンダーラインサポート .py ファイルの中身を見ていきましょう。こちらは冒頭部分ですが、テイキンターに加えて Pandas というライブラリーをインポートしているのがわかります。Pandas は Python でデータを扱うなら必須とも言える強力なライブラリーで、今回はデータの保存や統計計算のために使用します。次に、
コード全体で利用するグローバル変数を定義します。一つは df。これは Pandas のデータフレームで入力された数値を保存していくためのいわばデータ表です。もう一つは eta_counter。これは入力されたデータの通し番号を管理するためのカウンターで、初期値は1に設定しています。ここからエンターキーが押された時の処理を記述した on_entry1_return 関数を見ていきます。まず、入力ボックスからテキストを取得し、ストリップメソッドで前後の余分な空白を削除します。そして、次の入力に備えて、デリートメソッドですぐに入力ボックスを空にしています。続いて、入力されたテキストに応じた処理の分岐です。もし、入力されたのが999だったら、データ入力を終了させます。ラベルに終了メッセージを表示し、入力ボックスをディセーブルド、つまり無効化して、それ以上入力できないようにしています。もし、入力されたのが888だったら、これは直前のデータを取り消す、AND 機能です。データフレームが空でないことを確認した上で、iLock-1 を使ってデータフレームから最後の行を削除し、データカウンターを一つ戻します。その後、update_text_with_all_data 関数を呼び出して、テキストエリアの表示を最新の状態に更新します。そして、入力が999でも888でもない、つまり通常の数値が入力された場合の処理です。try-except 構文の中で、まず入力されたテキストをフロート、つまり不動小数点数に変換します。変換した値をデータフレームの新しい行として追加します。その後、スクロールドテキストにデータ1、10.0 といった形で追記し、CEND で自動的に一番下までスクロールさせます。最後に、カウンターを一つ増やして次の入力に備えます。もし数値への変換に失敗した場合は、except value error でエラーをキャッチし、ラベルにエラーメッセージを表示します。次に、クリアボタンが押された時の on_ ボタン1_ クリック関数です。まず、メッセージボックス .asks のを使って、本当にすべてのデータをクリアしますかという確認ダイアログを表示しています。ここでユーザーが、はいを押した場合のみ、クリア処理が実行されます。処理内容は、データを保持しているデータフレームとカウンターを初期化し、スクロールドテキストの中身を空にする、というシンプルなものです。最後に、入力ボックスを再度有効化しています。こちらは、データ表示ボタンが押された時の on_ ボタンに_ クリック関数です。データフレームが空の場合は、ラベルにメッセージを表示して処理を終了します。データが存在する場合は、ラベルにメッセージを表示した後、次のスライドで説明する update_scrolled_text_with_all_ データ関数を呼び出して、全データを表示します。こちらがテキストエリアの表示を更新するための補助的な関数、update_scrolled_text_with_all_ データです。まずテキストエリアを一旦クリアし、データフレームが空でなければ、その中身を to_string メソッドできれいな文字列に変換します。この文字列をテキストエリアに挿入することで、データの一覧表示を実現しています。続いて、基礎統計量ボタンの処理を行う on_ ボタン3_ クリック関数です。まず全データを表示した後、この関数のハイライトである describe メソッドを呼び出します。Pandas のデータフレームに対してこのメソッドを使うだけで、件数、平均、標準偏差、最小値、最大値といった主要な統計量を一括で計算してくれます。本当に強力ですよね。あとは、この計算結果をテキストエリアに追記しているだけです。最後に、出力ボタンの処理を行う on_ ボタン4_ クリック関数です。まず、出力先のファイルパスを定義し、スクロールドテキストに表示されている内容をすべて取得します。もし出力する内容がなければ、警告メッセージを出して処理を中断します。ファイルへの書き込みは、try-except 構文を使って安全に行います。ここでは、Windows 環境で E ドライブが存在するかをチェックしたり、
保存先のフォルダーがなければ os.makers で自動で作成したりといった丁寧なエラーハンドリングを行っています。問題がなければオープン関数でファイルを開き、取得したテキスト内容を書き込みます。処理が成功したら、メッセージボックスでユーザーに正常に保存されたことを通知します。こちらはファイル書き込み時のエラー処理の続きです。Except Permission Errorでファイルへの書き込み権限がなかった場合のエラーを補足します。また、Except Exception as E で、それ以外の予期せぬエラーが発生した場合も補足し、エラー内容をメッセージボックスで表示するようにしています。このようなエラーハンドリングは、安定したアプリケーションを作る上で非常に重要です。今回はページを使用して、このような GUI 画面を作成しました。配置したウィジェットは、上よりラベル1、その下にエントリー1、スクロールドテキスト1、右側にボタン1、2、3、4を配置しています。これらのウィジェットを使用して、入力された数値より基礎統計量を計算し、CSV ファイルに出力するプログラムに修正を加えました。こちらがページで作成されたコードを修正したファイルです。それでは、プログラムを実行してみましょう。エントリーに数値を入れエンターを押すと、下のスクロールテキストボックスにそのデータが表示されます。続けて、データを入力してみましょう。このようにデータが追加されていきます。ここで、数値以外のデータを入力すると、数値を入力するようにラベル1に表示されます。入力した直前のデータが誤りである場合には、888を入力します。すると、再入力するようラベルに表示されます。入力されたデータを初めから最後まで表示するには、ボタン2のデータ表示ボタンを押します。次にこのデータより基礎統計量を求めるには、ボタン3の基礎統計量ボタンを押します。そして、これらのデータを CSV 出力するには、ボタン4の出力ボタンを押します。それでは出力された CSV ファイルをメモ帳で見てみましょう。このように、スクロールテキストボックスの内容が文字列として出力されていることがわかります。それでは、プログラムコードを見ていきましょう。最初は GUI 設定コードです。追加、修正部分のみ説明します。エントリー1に67行のコードを追加しました。ここでは、ユーザーがエントリー1の入力ボックスにカーソルを合わせてエンターキーを押したら、サポートファイル内のオンアンダーラインエントリー1アンダーラインリターン関数を呼び出して実行します。次に、ラベル1の初期値として、数値を入力してエンター、終了、999取り消し、888を設定し、ボタン2への追加は、ユーザーがボタン1、クリアボタンをクリックしたら、サポートファイル内のオンアンダーラインボタン1アンダーラインクリック関数が呼び出されデータがクリアされます。ボタン2についても同様に、ボタンがクリックされたら、サポートファイル内のオンアンダーラインボタンにアンダーラインクリック関数を実行し、それまでに入力、保存されたすべてのデータがテキストエリアに一覧表示されます。次は基礎統計量を求めるボタン3の設定です。ここでは、サポートファイル内のオンアンダーラインボタン3アンダーラインクリック関数を呼び出す。コードを追加しています。これにより、このボタンを押すと、入力されたデータ全体の件数、平均値、標準偏差などの計算結果がテキストエリアに表示されます。次は CSV ファイルに出力するボタン4の追加コードです。ここではサポートファイル内のオンアンダーラインボタン4アンダーラインクリック関数を呼び出すよう設定します。これにより、テキストエリアに表示されている内容が、指定された CSV ファイルに保存されます。次に、サポートファイルの修正点について説明します。ここでは、データの保存や基礎統計量の計算にパンダスを使用しますのでこれをインポートしておきます。次に追加された関数エントリー1リターンについて説明します。ここではエントリー1でエンターキーが押された時の処理を設定しています。
W1 エントリー 1.get.strip で入力ボックスからテキストを取得し、前後の不要な空白を削除し変数エントリーテキストに代入します。そして入力ボックスを空にして、次の入力に備えます。そして、エントリーテキストが空の場合には、この関数を抜け出します。次に、47行目はエントリーテキストが999であった場合の処理です。ここではデータ入力を終了させます。ラベル1に終了メッセージを表示し、それ以上入力ができないように入力ボックスを無効化し関数より脱出します。エントリーテキストが888の場合は、直前に入力したデータを取り消します。データフレームから最後の行を削除し、データ番号を一つ戻します。その後、テキストエリアの表示を更新し、この関数より脱出します。データ更新と全データの表示は、こちらの関数となります。ここでは、スクロールドテキスト1のモードを編集モードに切り替えて、テキストボックスのすべてのデータを削除した後、データフレーム DF を文字列に変換し挿入し、最後で開業します。そして、このテキストボックスのモードを書き込み禁止とします。これがエントリーテキストが888であった場合、呼び出されるデータ更新関数です。エントリーテキストが999でも888でもない場合は、こちらのトライが実行されます。まず変数バリューにフロート、エントリーテキストでテキストを数値、フロート型に変換します。そして、データフレームへ保存します。次にスクロールドテクト1を編集モードとし、テキストの2末尾にデータはじめ中括弧データカウンター終わり中括弧、はじめ中括弧バリュー終わり中括弧開業の形で追加します。次に、W1、スクロールドテクト 1.c、エンドで、テキストエリアを一番下まで自動的にスクロールし、スクロールドテクト 1.configure、ステート一重引用符でセーブルド一重引用符でテキストエリアを無効モードに戻します。最後はラベル1にデータを保存したことを表示して、データカウンターを次の行で一つ増やしています。次は、オンアンダーラインボタン1アンダーラインクリック関数です。ここではスクロールドテキストのクリアを行います。if 文が実行されると、すべてのデータをクリアしますかという確認ダイアログを表示します。イエスと答えた場合は、if 文以下のコードが実行されます。まず90行でデータフレーム DFO からの状態に戻します。そして91行でデータカウンターを1として、93行でスクロールドテキスト1を編集モードにし、テキストエリアをクリアします。そして再び編集不可とします。97行では、ラベル1にデータをクリアしました。数値を入力してくださいと表示します。また、エントリー1を編集モードにし、フォーカスをエントリー1に設定します。次はデータを表示するボタン、オンアンダーラインボタンにアンダーラインクリック関数です。ここでは、データフレームにデータが入っていない場合には、ラベル1に表示するデータはありません。と設定し、この関数より脱出します。データが入っている場合には、ラベル1に保存されている全データを表示しますと設定しアップデートアンダーラインスクロールドアンダーラインテキストアンダーラインウィズアンダーラインオールアンダーラインデータ関数を実行します。次はオンアンダーラインボタン3アンダーラインクリック関数です。ここでは基礎統計量の計算を行います。123行の if 文では、データフレームにデータが入ってない場合には、ラベル1に統計量を計算するデータがありませんと表示し、メッセージボックスにもデータが入力されていませんと表示します。そして、この関数を脱出します。128行では、入力された全データを表示します。そして開業コードを挿入します。131行では、スクロールドテキスト1を編集モードとします。132行では、変数スタツに、統計量をディスクライブ関数で計算し入れます。次に、
133行でテキストの末尾に基礎統計量と表示します。134行では、テキストの末尾に計算された統計量を表示します。137行では、編集モードより編集禁止モードに変更し、次の行でラベルに基礎統計量を表示しましたと設定し、この関数の処理を終わります。オンアンダーラインボタン4アンダーラインクリック関数が出力ボタンの処理です。ここでは最初にファイルパスを設定します。そして変数コンテントに前後の空白を取り除いたテキストボックスの内容を取得します。147行では変数コンテントの内容が空である場合にはメッセージボックスに出力する内容はありません。と表示しこの関数を脱出します。コンテントに内容がある場合は151行以下の記述が実行されます。まず、152行では、現在の OS が Windows の場合はドライブが存在するかを確認します。ドライブがない場合には、メッセージボックスにドライブが見つかりません。ラベル1にドライブがありませんと表示し、この関数を脱出します。また、158行では、保存先のフォルダーが存在しない場合は、自動でフォルダーを作成します。163行では、指定したパスでファイルを開き、次の行164行でコンテントの内容を書き出します。そして、166行でラベル1にファイルを出力しました。と表示します。また、167行で、メッセージボックスで、ファイルを正常に保存しました。と表示します。169行以降はエラー処理の記述を書いています。